はい、こんにちは。青猫先生です。今日はちょっといくつか話したいことがあるんですけれども、ちょっと久々になっちゃいましたね。あの、私の母が病気になってしまって、実家が静岡なんですけれども、に帰ったりとかしていて、ちょっと大変な夏でしたね。いろんなことがありましたね。前回の高校留学の話をしたいと思うんですけれども、高校留学なんですけれども、皆さんいろんな高校留学あると思いますけれども、私の高校留学は非常に大変な経験でした。そうですね。あれは平成最後の年だったかなの8月ぐらいに行ったんですけれども、場所は前回お話ししたパームスプリングスっていうところで、着くじゃないですか。一人高校2年ぐらいの子がビクビクしながら飛行機に乗って、着いて、で日本の飛行場って大きいから、空港って大きいから、着いてすごくちっちゃな飛行場だったんで、ちょっと大丈夫かなって不安になりますよね。でそしたらホストファミリーが迎えに来てくれていて、こっからもう緊張の連続ですよ。英語喋れないし、もう空気が違うし、乾燥すごいしてるし、どうしようっていうね。でホストファミリーの方も優しく迎えてくれたけど、不安はやっぱ拭えない。不安はずっとあるかな。でみんなで車乗って家に行くじゃないですか。で家に行って、すごい、もうアメリカの家って大きいわけですね。日本の家とはちょっと違う。わあすごい、こんな家に住めんのかと思うじゃないですか。それでところが、その飛行場を抜けて、こその綺麗な家でどこ泊まるんだろうと思ってたら、止まんない。ずーっとそこ突き抜けてっちゃって、もう住宅、気がついたらもう砂漠、もううち全くない。でどこに泊まったかっていうと、それ砂漠をずっと走るわけですよ。まさかこんなとこにうちあるわけないし、どこに向かってんのかなっていう。そしたらずーっと行ったら、そのね、遠くの方に砂漠の中に遠くに家が固まってるのが見えるわけですよ。であそこかなって言って、でみんなで行く。そうするとね、なんていうんだろう、トレーラーがいっぱい並んでるんですよ。トレーラーってわかりますか？なんていうんだろう、トラックの荷台みたいな荷物をトラックの後ろにつける、荷物を入れる長方形の巨大な箱みたいな、それを内にしたものがトレーラーハウスみたいな、みんなちょっとググってください。トレーラーハウスって言うんだけど、でここうちと思って、で、結局そこがうちだったんですね。で、貧乏だったんですね。ホストファミリーってあんまり貧乏な人がやるってイメージなかったから、までもね、いいかったあんまり気にしなかった。もちろん大きな家とか、そうね、大きな家住んでみたかったかな。アメリカのね、裕福な大きな家ね。で入って、で食事ですよ。で歓迎してくれて、それで最初なんだったかな、冷凍食品みたいなのが出てきたんですよ。もうこれぐらいのちっちゃな冷凍食品が出てきて、でこれは最初はこれ食べるならと思って食べるじゃないですか。で待ってたら、これで終わりだと。終わり。結局ですね、後で分かったんだけども、このうちは料理をしないうちで、基本全部冷凍食品なんですよ。でだから帰ってくると、
冷凍食品取り出して解凍してでチンして食べて終わり。これが毎日の食事。たまに、料理はなかったかな。ちゃんとした料理はほぼ冷凍食品だったですね。で冷凍食品の豪華なものではなくて、もうほんと200円とかのこれぐらいのお皿の冷凍食品とか、あとブリトー、メキシコのブリトーっつってなんか包んであるやつ、包みみたいなやつで中に細長いようなこれぐらいのやつ、それを食べるっていうね。さすがにちょっときつかったかな、食事はね。まずいとかいうよりもやっぱご飯じゃないからね、しっかりとしたね、栄養も悪いしね。だからで2人ともホストマザーもホストファーザーもアル中だったんですね。だから帰ってくるとジンっていうお酒をずーっと飲んでるんですよ。でもフラフラしてるわけですね、2人とも。それでやばい家庭だったんですね。私の同級生で高校に行ってたんですけど、そこの同級生で日本から来た別の留学生がいて、その人は別の団体の留学生だったんですけど、彼女がうちをちょっと写真かなんかで見せてもらったら、もうすごいもうザ・アメリカみたいなうちで、そうだよな、ここまでとはいかなくてももうちょっと普通のうちあるよなって思ったんですけど、でですね、実は私の団体ね、ホストファミリーを変えることができたんですよ、その希望を出せば。だけどどうもなんかどうしても悪い人たちじゃないから、基本的にはいい人たちだから、今考えればね変えればよかったかなと思うけど、当時はねちょっとやっぱ気使っちゃって、せっかくウェルカムしてくれたし、生活環境はすごい悪いし、食事はほとんどねあんな感じだけど、なんか裏切るみたいで、ちょっとね帰ろうとは家に出せなくて、結局そこにいたんですね。でですね、高校行ったら、高校は別に私の集落っていうかうちが固まってるとこからはもう離れた街中にあるんですよ。それさっき言ったみたいに空港は街中なんですね。だから要するに私のうちはここにあるとすると、砂漠が広がってて、で遠くに町があるんですね。でその町のど真ん中で、この町はものすごい裕福なんですよ。ですごいみんな幸せそうにしてるでここはちょっともうやばいわけですね。でとりあえず朝スクールバスとやらに乗るわけじゃない。スクールバスってものが何だかよく分かんないけど、乗れって言われるから乗って、でランチを買えということで$2もらって、$2札っていうのが、実はアメリカって$2札っていうのが昔あったんですね。それをもらって、で行って、なぜかそのうちに$2札がいっぱいあったんですね。今でも何だかよく分かんないけど、すごい珍しいものなんですけど、それで朝ね砂漠なんですよ、そこは。だから寒い。砂漠ってものすごい朝寒いんですよ。日が沈むとものすごい寒い。で日が昇るとめっちゃ暑いんですよ。でアメリカの高校ってものすごく早い時間に始まるんで、もう朝日の出る前からもう寒い、こんないっぱい着ていくじゃないですか。でバス乗るでしょ。でドドドドって行くでしょ、街の方に。そうするとその途中で日が昇ってくるわけですよ。そうすると暑い。だから全部脱ぐわけ。もうねで